藤原でございます。今日も仮想通貨ニュースをめげて、ビットコイン、イーサリアム、リップル、そしてテラのチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、昨日ね、YouTube メンバーの皆様には、僕が昨日買ったね、10倍になるかもしれないなと思ってる、ゲーム系コインについてね、コラム投稿してますのでぜひ見てください。そしてね、質疑応答動画も昨日の夜中に投稿してますので、見てない人はチェックしてみてください。はい、じゃあ今日も仮想通貨ニュースいきますが、ビットコインのね、マイナーの動きについてです。昨日言った通りね、仮想通貨市場からは結構資金が抜けているんですけども、それによって仮想通貨取引所にあるビットコインの数が減ってますよっていうことです。ただ一方で、マイナーの保有量は下がってないんですよね。ってことはマイナーは結構強気で、ずっと持ち続けているという感じなんですね。なので、そういうマイナーが強気な時っていうのは結構ね、業界人はまだまだ上を見てるってことが多いので、いい傾向だと思います。また価格上昇につながりそうだなと思ってます。で、あとは、グラスノートの数字レポートによると、直近の値動きはね、過去3ヶ月から6ヶ月以内にビットコインを購入した、短期目線の投資家が主であって、長期保有者からの値動きはあんまりないと。つまり、短期で買ってた人は、含み損になっちゃって、売って逃げちゃったんだけど、逃げたっていうか逃げられてないけどね、含み損だったらね。長期保有者は引き続きずっとガチをしてるってことで、上級者ほどね、ずっとただ持っているという感じ。で、ちなみにね、供給量に対して長期保有されている量は 3.6 倍あるので、需要と供給の関係からいくと、やっぱり長期は上に上がりやすいよねと。で、短期目線で売り買いしてる人は、なんかね、買ったり負けたりして、時間を消耗するという感じに見えるというのがデータでわかります。というわけなんで、長期ね、やっぱりね、よく知ってる人ほど上っていうのは変わらないみたいなんで、この記事はポジティブにしたいなと思います。じゃあ次がね、日本の記事ですけども、今日ツイッターでもね、僕ちょっと説明したんですけど、日本の仮想通貨取引所の、ビットフライヤーの CM が明日から松本人志さんになりますということですね。この間までね、一応ね、CM が、誰だっけ、女性の方乃木坂の斉藤飛鳥さんだったね。乃木坂46のね。それが、松本人志さんになって、ビットです。フライヤーです。暗号資産はビットフライヤーですっていう、CM なんですよね。これ見たい人は、テレビでも明日から見れるけど、YouTube に動画上がってるのでちょっと見てみてください。うん。松本人志さんね、2017年時点ですでにね、仮想通貨持ってたんですよ。なんか芸人の間で仮想通貨流行ったんですよ。2017年のバブルの時。で、その時も、とりあえず、松本さんも買ったけど、みたいなね、ようわからんけど買ったわ、みたいなの言って、ちょっとテレビで言ってたので、今も持ってるのかわかんないですけど、一応その前回の仮想通貨バブルとその後の崩壊知ってる人ということでね、割と実はね、仮想通貨に精通してる人かもしれないんで、僕は結構これぴったりだなと思いました。で、やっぱりもう一流タレントですから、こういう人が、この CM に出るってことで、仮想通貨ってなんだっけっていう感じで、新しいね、投資者が、出てくるんじゃないかなと思いますので、日本の人々の中ではまた仮想通貨が、盛り上がってくるという感じで、この記事はポジティブにしたいなと思います。じゃあ次、リップルの記事ですね。リップルが今日ね、結構 10% ぐらい上げてるんですけども、その理由に、プロジェクトが2つね、出たっていう話があって、1個が、まずね、XPL 助成金を得て、ブロックチェーンソフトウェア開発企業のデブヌルプロダクションズが開発しているレジャーシティっていうのがあるんですよ。なんかシムシティみたいになってるんだけど、この中に、メタバースの、都市があって、その中にアカウント残高に比例した大きさの建物を持つことができると
面白いですよね。いっぱいね、仮想通貨持ってたら、立派なビルが建てられると。で、それぞれの建物を所有者が NFT による銅像とか、ビルボードとか噴水とか電波塔とかを使って飾ることもできるということです。これやりたいな。僕今まで見たメタバースゲームで一番これやりたいなって個人的に思います。僕シムシティ大好きだったんで、これいいなと思って。あとね、このゲームの中のトークンでレジャーシティコイン LCC っていうのも導入される予定らしいです。またこのコインがね、またこのゲームが人気になると上がったりするんでしょうね。で、ちなみに2022年の前半に、これパソコンなのか、Windows と MacOS のデスクトップ向けに最初のベータ版をリリースするということでした。で、もう一つのプロジェクトが、分散型アプリの XApps による、ユーザーインターフェース改善も、注目されていると。スタートアップの XRPL Labs が開発する Ripple の多機能ウォレットの SUUM の利便性を高めることが期待されているということです。ということで、2つのね、大きなプロジェクトが、出てたので、今日 Ripple は期待で上げてるということで、この記事はポジティブにしたいなと思います。じゃあビットコインからね、チャート分析しようと思います。ビットコインまた上げましたね。$49,000ぐらいまで上がってきてます。で、結論は、やっぱりね、下落トレンド上に抜けたんじゃないかなと、これは思ってます。ちょっと、まだね、実体線が確定してないので、あれなんですけど、明日のね、朝の9時までに、どうなってるかっていうのがすごい大事なんですけど、上抜けたっぽいですよね。こうやって見たら、また娘が島次郎見て明るくしてる。こういう感じで、抜けてましたね。こっちのウェッジはとりあえず抜けました。で、今度こっちのウェッジって感じなんですけど、もうちょっとね、綺麗に引いた方がいいかな。もうちょっと綺麗に引くと、今ちょうど線の上ぐらいにいます。だからこのままやっぱね、上に抜けてきて、一旦ね、この辺53,000とか、この辺か、レジスタンスラインがあるのが53,000ぐらいまで、移動平均線のとこぐらいまで上がってくるんじゃないかなと思ってます。というか、このまま僕はもうね、上昇トレンドになるんじゃないかなと思ってます。こうやってね、引いてみても、上がって下がって上がって下がってという感じでね。今度こういうこういうウェッジにもなると思います。で、僕の予想は、このウェッジは、普通下抜けに見えるんだけど、このウェッジすら上抜けて最後、クライマックスの爆上げになるみたいなね。そんな感じで想定してます。ということで、僕はちょっとこのままね、今週上げていく相場を予想してます。僕はずっとバイビットで長期ロングしてます。レバレッジ3倍です。はい、じゃあ次、イーサリアムに行きましょう。イーサリアムはですね、割と反発できていて、結構もうね、最高値圏ぐらいに来てますね。$4,000くらいですね。最高値圏には全然来てない。ちょっと言い方間違えた。今、ウェッジの上の方にいます。ウェッジの上の方にいて、上抜けたっぽいですね、一応ね。抜けたっぽいので、ビットコインと同じく。こっからちょっとね、上がっていくんじゃないかなと思ってまして、一応レジスタンスラインが、最高値圏の、4,700とか、それぐらいになってくると思うんだけど、上げるでしょう。このヒゲもあるし、ここでしっかり、底固めした感もあるので、上げるでしょう。一旦最高値に目指して上がってくると思います。僕はバイビットで長期ロングしてますので、含み益が少しずつ増えて嬉しいです。じゃあ次久しぶりにリップル行きましょう。リップル今日 10% ぐらい上げててね、ほんと調子いいですね。やっぱ、こいつはやっぱファンダがあるとね、上げるんですよね。SEC 訴訟が終わったりすると、またね、爆上げるとは思うんですけど、とりあえず、昨日描いてた、下落トレンドは上に抜けたんですけど、これね。この線は上に抜けたので、いいんですけど、やっぱりまだこのままね、こういう大きな三角持ち合いにいます。で、今移動平均線タッチもありますので、今ね、価格が $0.95 なんで110円ぐらいかな。
で、120円ぐらいのところにレジスタンスあるので、ちょっと一旦売られやすいけど、多分超えてきて、一旦三角の上限ぐらいまで来ると思うんですよね。そしたら1.11ドル、130円ぐらいかな。それぐらいまで一旦上げてくるね。そっからはちょっと本当にチャート次第。これ上に抜けたら爆上げするけどって感じだと思うんですよね。リップルちょっと僕はまだね、あんまり買ってないんですけど、リップル好きな人はね、ちょっと今から上昇相場来るので、楽しみに待ってばいいと思います。じゃあ次、テラすごいですね、これね。96ドルですよ、もう。この間チャート分析した時からもう倍ぐらい上げてるんですけど、こんな感じで。ここ抜けた時にも言ってたと思うんですけど、こういうね、上昇のチャンネルを上に抜けてる時ってのはかなり強いんですよ。だからこうやってやっぱり一直線に上げてきた。で、ここは、アセトラみたいになってたけど、効いてないので消します。で、こんな感じかな。で、なんか僕のね、この視聴者さんで、レバレッジ25倍で、ロングしてた人がいたらしくて、これ取ったらしいんですよ。すごいことになってると思う。多分資産ね。多分何十倍じゃないですかね、これだけで。っていう、大変すごい人がいたんですけど、そうですね、もうちょっと上には行きそうですが、一応冷やしでね、RSI が70超えてますので、ぼちぼちちょっと利確とかも検討していってもいいんじゃないかなと思ってます。今96ですよね。ちょっと一旦例えば、この間の高値の80まで落とすとかっていう場面もあると思うんで、一旦ちょっと利確してもいいかなと。僕だったら利確してもいいかな。長期だったらあれだけど、と思います。特に4時間足で見たときに、この間より高いんですよ。この辺よりね。RSI が。この辺の RSI が、確か、80ぐらいだったんですけども、今すでに、82とかなんですよね。だから、そう考えたらちょっとやっぱり一旦ね、利確するところかなと短期的には思います。でも、長期的にはテラまだまだ上がると思うんで、現物組の人は別に焦らなくていいかなと思います。はい。というわけで今日もね、仮想通貨のチャート分析してみました。今日の動画が役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして僕の著書が1月11日に発売します。2020年の仮想通貨の戦略についてね、知りたい人は、事前に予約するとその PDF 読めますので、ぜひ動画の説明欄またはコメント欄のリンクから Amazon で予約してみてください。1650円です。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介してますので、ざっと見て持ってない取引所があったりとかね、キャンペーンやってる取引所もあるので、ぜひ登録してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤物でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人はシンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね、5500円分の US ドルテザーがもらえます。ぜひ登録してみてください。
動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤マナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤マナでした。